はい、それでは、これからヨガを始めていく前にいくつか注意点を挙げておきます。まず一つは、呼吸の仕方。ヨガの呼吸は鼻で吸って鼻で吐きます。口は使いません。特に指示がない限りは鼻で吸って鼻で吐くということです。できるだけ、ゆったりと大きく吸っていくことが重要になってきます。それぞれのポーズで、動きに合わせて呼吸をしていきますが、僕がその逐一、吸いながら右手を上げてとかいうふうに指示を出していきますんで、そのタイミングに合わせて呼吸をするようにしてください。それで、息が続かなくなってしまう場合とかが説明しててね、がありますが、その時は、別に息を止めてなくても大丈夫です。息を止めてっていう場合もありますが、息が続かなくなって苦しくなったら普通に呼吸をしてもらって、で、また吸って吐いてっていった時に大きく呼吸をし始めるみたいな感じで、やってもらって構いません。まずとにかく、鼻で吸って鼻で吐く、これが重要だということです。風邪とかひいてね、鼻が詰まっちゃっててもどうしようもないという時はもう口で、やってもらって構いませんが、できるだけ鼻を使うようにしてください。それから、ヨガをやる時間帯というかタイミングですが、若々しいけどおいくつですか？僕42歳ですね。はい。で、そのヨガをやるタイミングですが、見えない。ありがとう。ありがとう。そのタイミングですが、お風呂上がりは避けた方が賢明だと思います。お風呂上がりっていうのはちょっと血流とかが増えてるので、ヨガをやることで、同じように血流を増やす効果があります。だからあんまり相乗効果でね、クラッとして倒れちゃったりとかするようなことがよくあるんで、お風呂上がりとかはやめた方がいいですね。僕も実際にお風呂上がりに最初知らなくて、お風呂上がりとかにヨガをやってたんですけど、どうも頭がクラクラするなと思うと、そういうことだったらしいです。だから危ないんで、お風呂上がりはやめた方がいいですね。あとはご飯食べた直後とかね、ご飯食べて、血糖値が上がっている時とか、物理的にお腹の中に物があるんで、ヨガはちょっとひねっていったりする運動も多いんで、ちょっと食事すぐ食べたばっかりの時はやめた方がいいですね。逆立ちとかもしたりするんでね、なんかケロケロっと出てきたりすると大変なんで、お風呂上がりとそれから、食後すぐは避けた方が賢明だと思われます。タイミングとしてだから朝起きてからね、朝起きてすぐやるとか、ちょっと早めに起きて全ての行動を開始する前にちょっとやってから起きるみたいなとかが一番いいんじゃないかと僕なんかは思いますけどね。僕も朝起きてすぐに、朝がこんな遅い時間ですが、朝起きてすぐにヨガをやります。ご飯食べる前に水だけ飲んで、まずはそこからヨガを始めて、終わったらご飯食べるみたいな、そんな感じしてます。できない人はね、できる時間合間でね見てやってもらったらいいんですけど、夜寝る前か、朝起きた一番最初が一番やりやすいんじゃないかなと僕的には思います。それからですね、重要なことですが、決して無理をしないということです。ヨガのポーズは、ヨガのポーズっていうか、人それぞれね、体の状態とか悪いところいいところ、稼働するところしないところっていうのはバラバラです。年齢も関係ないです。バラバラです。年いってても動く人は動くし、若くても動かない人は動きません。で、その動かなくなっている部分を動くように
していくわけです。いろんなポーズをやってね。なので、小さなダメージをちょっとずつ与えていくことになるんですね。ダメージを与えては回復するのを待ってみたいな。で、それをやっていくわけですが、まず一番最初、ヨーガを始めた時っていうのは自分の体の状態をあなたは知らないんですね。知らない。どこがどれぐらい動くかっていうのを大体分かってないんです。大体やってない人はね。で、ヨガをやっていくことで大体分かってくる。だから大体分かってくるまでは決して無理をしない。大体分かってきても無理はせん方がいいけど、ある程度自分の体はこれぐらいだったら大丈夫だっていうのが感じがつかめてくるのに、毎日やり続けて大体やっぱり1月ぐらいはかかります。なのでやり始めほど頑張らない、無理をしないということが重要になってくると思います。他の人とかとね競争したりとか、あいつができるなら俺にだってできるぜみたいな感じで無理にぐわーっと難しいポーズをね力を入れてやるとお疲れグギッと壊しちゃったりとかすることがあるんで、そういう風にならないように、一回壊れちゃうとしばらくそのポーズとかもできなくなっちゃうんで、それでは本末転倒なので、とりあえず無理をしないということが重要になってきます。だいたいその辺が注意事項ですかね。あとは女の人とかでね、生理の時にやらない方がいいとか、やった方がいいとか、それいろいろあるんですけど、それは人それぞれね、僕には分かんないんで僕には生理ないんで、だから自分で様子を見て、とにかくね無理をしないことが重要なんで、やった方がいいなと思うであれば、僕の今言うた注意点から外れててもやればいいし、やった方がいいのかどうかという判断をね、いや僕は生理はない、最初からないですけどね、自分で判断できるようになるまでしばらくかかるということです。自分の体を知っていくっていうことが重要で、とにかく無理をしないということが重要かと思われます。この辺がだいたい注意事項です。